目の前で刺された人を見捨て逃げ出した警察官。被害者の絶望を想像した時、あなたはその行為を許せますか？ 2021 年11月15日、韓国インチョン広域市内のマンションへ駆けつけた警察はエントランスで通報者の男性の話を聞いていました。上の階の男が怒鳴り込んできたんです。3階の外廊下で暴れていたというその男。警官が到着した時にはすでに男はいなくなっていたんです。しかしそうやって警官が男性と話をしていると、上の階から響いたけたたましい女性の悲鳴。警官と通報者の男性は目を丸くして顔を見合わせます。大変だ。3階の外廊下には女性警官と通報者の妻子が残っていました。非常事態を察した警官と男性は慌てて3階へ。すると、女性が刺されました。そう告げたのは上の階から降りてきた女性警官。通報者の男性は警官2人を押しのけ、気が気ではない様子で上の階へ急ぎます。そして男性の後ろ姿を見ていた警官2人は現場から逃げ出したんです。目の前で人が刺されたにもかかわらず逃げ出した警察官。一体なぜ彼らは被害者を見捨てたのか。前代未聞のこの事件の裏にあったのは、一人の人間としての警察の本音だったんです。おさすけんちゃんです。やみやみかところでさ、私今度鎌倉に行くんだけどね。一回も行ったことないの、鎌倉。江ノ島は行ったことあるんだよ。俺もないわ。鎌倉何があるんだろう。鎌倉は海はあるんじゃない？だって湘南とかあの辺でしょ。鎌倉って何？俺行ったことなくてマジでわかんない。何を楽しみに行くの？ヤミコさん。わかんないから聞いてんのよ。俺全部は知らないんだって。じゃあみんな教えて。今回ご紹介するのは韓国で物議を醸した傷害事件について。この事件では襲われている民間人を放置して警察官が逃げ出したとしてね、その対応が非常に問題視されている事件。職務放棄なんじゃないのそれって。そうそう。僕らのイメージ的には税金も払ってるし、いざという時に警察官は僕らを守ってくれるんじゃないか、民間人を守ってくれるんじゃないかってね、そういう頼もしい存在だとは思ってるんですけど、この事件を知った時に警察官もね、良くも悪くも一人の人間なんだなっていうのを痛感させられた事件だったんです。この事件の始まりはマンションなどの集合住宅で遭遇することが多いあのトラブルが発端だったんです。日常の崩壊。2021年11月15日、韓国インチョン広域市内のマンションから1件の通報が入りました。玄関前で上の階の男が暴れてるんです。通報してきたのはそのマンションの3階で妻子と暮らしている男性。また4階の方ですね。わかりました。今そちらに向かいます。警察は慣れた様子で対応しました。そう、実は男性からのこのような通報は初めてではなかったんです。男性が上の階の住民に悩まされるようになったのは約3ヶ月前。真上に引っ越してきたその男がとてつもない騒音を立てるように。その音は単に生活音が大きいというレベルではなく、まるでハンマーで床を叩いているかのような耳につく音。男性は意を決して4階の男に苦言を呈しに行くのですが、実はそれが本当のトラブルの始まりでした。これさ、自分自身でクレーム入れに行くかどうかってすっごい悩むラインじゃない？だってハンマーで何か叩いてるような音が聞こえる部屋でしょ？どんな男がいるか分かったもんじゃないわよマジで。こういうね、近隣トラブルとかさ、皆さんあるじゃないですか。僕もあったんですけど、基本的には本人同士で行くと絶対トラブルになるから、管理会社に相談した方がいいです。ちなみにね、僕2つ前の家でね、周りの人うるさかった時は直接行っちゃいました。騒音が聞こえてくる部屋へ男性が向かうと、出てきたのは40代後半の男。男は一人暮らしのようでした。すいません、音が響いてるので少し気をつけていただけますか？男性は毅然とした態度で要望を伝えると、その場を後に。これで少しはマシになる、そう思っていたのですが、後日騒音を立てていた4階の男は男性家族を訪ねるとこう言ったんです。おい、ドアの開け閉めがうるせえぞ。なんと男は騒音を立てているのは男性家族の方だと逆に苦情を言ってきたんです。そこから男性は話し合おうと努力しましたが、男は一方的に怒鳴るばかり。以来男はたびたび文句を言いに来るようになり、何度か警察に間に入ってもらうことがあったんです。絶対嫌がらせじゃない？ 4 階の男はハンマーで叩くような騒音まき散らしてるわけでしょ。それなのにドアの開き閉めだけでさ、騒音だなんて言われるなんてかわいそすぎるわよ。ちょっと実はこれね、嫌がらせではなくね、この男は本当にうるさいなーって悩んでたんだと思うんですよ。というのも、騒音トラブルって実はね、音の大小だけじゃないんですよ。本当にね、勉強になる内容で、音にもいろんな種類があるんです。どういうことなのか。というわけで本日のメトラキーワード、騒音と反音について。騒音が元となった殺人、傷害事件は、そのほとんどが近隣住民同士のトラブルによるもの。この他の騒音トラブルといえば、航空基地や工事現場の音がありますが、それらは裁判にはなっても、事件にまで発展するケースはほぼないんです。騒音が事件に発展するか否かの違いは、原因が騒音なのか反音なのか
他にあるとされています。騒音は音量が大きくうるさく感じる音。対する反音は音量が大きくなくても心理状態や相手との関係性によってうるさく感じる音。例えば隣人に変な人、不愛想など何か悪いイメージがあれば、それほど大きくなくても生活音が気になってしまうことがあるんです。今回の事件では男性に一度クレームを入れられたことで、4階の男は男性家族の生活音が気になるようになったと考えられるんです。心理的にうるさく感じる反音はその分人間関係のトラブルにもつながりやすいんです。これは難しい問題ね。自分がどうするかとか関係なくさ、相手がどんなイメージをさ、自分に対して持ってるかによって音の聞こえ方が変わるってわけでしょ。どうしようもないじゃない、そんな。しかもね、特に都市部だとそうだと思うんですけど、ご近所付き合いって希薄になってきてる社会じゃないですか。社会問題と化してることかもしれないですよね。知らないってだけで変なイメージ持っちゃったりするからね。そしてそんなね、反音が原因と見られるこの事件、この後悲劇が起こってしまうんです。予期せぬ裏切り。警察の力を借りてもなお男性家族に対する4階の男の嫌がらせはなくなりませんでした。そしてそれは2021年11月15日、20代の娘1人を家に残し夫婦が出かけていた時のこと。おい、いるんだろ、出てこいよ。3階へ降りてきた男はどんどんと玄関ドアを蹴り、口汚く暴言を叫んでいました。あまりの恐怖に娘は警察へ通報。その後嫌がらせ自体は警察の対応で収まるのですが、通報した娘の心は限界に達していました。あの人はきっとまたすぐ来ます、どうか助けてください、毎日怖いんです。彼女の涙ながらの訴えに警察も同情せざるを得ませんでした。そこで警察は今まで仲裁だけで終わっていたところを男に出頭要請、悪質な嫌がらせを繰り返したことについて署で詳しく話を聞きたいと伝えたんです。警察が対応を変えたことで通報してきた娘も少しは安心しているかに見えました。ところがそれから数時間後、おい、お前らふざけんじゃねえぞ。再び3階の家族の元へ怒鳴り込んできた男は警察から出頭を命じられたことに激怒していたんです。帰宅していた男性とその妻は娘から事情を聞き、再び警察へ通報。玄関前で上の階の男が暴れてるんです。こうして2人の警察官が即座に現場へ向かうことに。警察に行っちゃったからトラブルが悪化したみたいになってない、こんなんどうしようもないじゃないの。しかもこの後さらにね、警察って何のために存在するのかって思わせられるような事態もね、発生してしまうんです。現場へ駆けつけたのは19年目のベテラン男性警官と新人の女性警官。2人は万が一に備え警棒とテーザー銃を携帯していました。そして警察がマンションに到着した頃にはすでに4階の男は自分の部屋に戻っており、男性警官は通報者の男性に詳しい話を聞くことに。他の住民の方もいますから一旦ご主人だけ下に降りましょう。そうしてエントランスへ向かった男性警官と通報者の男性。一方男性の妻や娘は3階の外廊下で女性警官と待機していたんです。女性だけを残してその場を離れる判断がひょっとすると間違っていたのかもしれません。おい、お前ら。外廊下にいた3人に声をかけたのは4階から降りてきた男。彼のその手にはナイフが握られていました。首を突き刺されその場に崩れ落ちた妻。娘は男に切りつけられながらも必死に抵抗し女性警官に助けを求めるんです。助けて助けて。2人の女性と男の周りにはおびたらしい量の血だまりが。その光景を前にした女性警官は一目散に逃げ出したんです。なんで逃げちゃうの？何のために来たのよ。マジでありえないですよ。置いてかれた2人の恐怖を考えるともう警察一生許さんわっていう、この残された奥さんと娘さんは一体どうなってしまうんでしょうか。残された親子。上の階の男に刺されてしまった妻と娘。エントランスで話をしていた通報者の男性と警官は3階から聞こえてくる悲鳴に気づくと急いで階段を駆け上がりました。その時必死の形相で階段を降りてきたのは妻や娘に付き添っていたはずの女性警官。ナイフナイフ。男性はその言葉を聞くと気が気ではない様子で2人の警官を押しのけ3階へ駆け上っていきました。一方でその後ろ姿を見ていた警官2人は何やら会話を交わし外へ出て行ってしまったんです。男がナイフを持って暴れていることを知っていながらなぜか現場に向かおうとはしない警官2人。妻と娘を助けようと3階に向かったのは男性ただ1人だけでした。おい、やめろ。3階に着くと同時に男に向かって叫ぶ男性。振り返った男のそばには愛する妻と娘が倒れていた。血に染まった廊下と息も絶え絶えの2人の様子に事態が一刻を争うことは明白。この野郎。男性は決死の覚悟で男のナイフの刃先をつかみ、その手からはボタボタと血が滴る。男性は必死に抗いながらも強く思った。なんで誰も来ないんだ。ここから男性はどうにかナイフを奪い取り男を抑え込むが、気がつけば10分もの時間が流れていた。そして大丈夫ですか。ようやく3
階へ上がってきた警察。彼らは男性が抑え込んだ男に手錠をかけ外へ連れ出そうとするが、男性にはその行動が信じられなかった。待ってくれ、妻の怪我がひどい、彼女を病院に連れて行くのが先だろう。警官たちの耳にその声が届くことはなく、彼らは床の血だまりを気味悪がるように避けて歩きながら犯人を連行していた。一旦外に出た警官2人はすぐにまた3階へ向かおうとしたと言いますが、エントランスのオートロックが開かず10分も立ち往生。さらに駆けつけた際にはすでに取り押さえられていた男を連行することを優先し、重体の女性をその場に放置。結局家族3人はその後応援に来た別の警官により病院に搬送されました。首を刺された妻は一命こそ取り留めたものの、怪我を負ってから時間が経っていたため脳に後遺症が残り半身麻痺、そして1歳児並みの知能に。20代の娘も顔に一生の傷が残ったために外出が怖くなり引きこもって叫びたりの生活を送るように。少し前まで平穏に暮らしていた家族は上の階の異常な男、そして警察の職務怠慢によって人生を180度狂わされてしまったんです。ほんとひどすぎない？まず犯人のところにさ、男性を一人で向かわせるなって話だし、その後血が流れてる状況で放っておいてる状況もやばいでしょ、これは。事件を知った人々もね、ヤミコさんと同意見だった。そしてね、大きな批判を浴びた警察が漏らした本音は驚くべきものだったんです。働く目的。目の前で刺された被害者を放置して逃げたことで警察は世間から大バッシングを浴びることに。その後彼らは事情を説明しますが、その言葉はどれも自身の行動の正当性を主張するものばかり。刺された人から血が噴き出すのを見てパニックになった。応援要請をするために一旦外に出た。被害者に対する謝罪の言葉すらない警察のその対応。批判の声はさらに強まり、女性は警察官として必要か否か、民間人も銃を持つべきなどと法改正を求める議論にまで発展していくんです。この事態を受け警察は問題を起こした2人の警察官を解任。さらにインチョン地方警察庁長が辞任し、どうにか収拾を図ろうとしました。そんなさなか国民をさらに激怒させる横やりが入るんです。それはネット掲示板に投稿された現職の警察官による書き込み。月給30万円で命をかけられるかよ。そこに綴られていたのは、5年勤めてもそれだけの給料しかもらえないという警察官の一切包み隠さない本音でした。当然のごとくネット上には国民の怒りの声が相次いだんです。軍人はその5分の1の給料で国を守っているのに恥ずかしくないのか。定年後の保障や公務員年金の恩恵もあるのに何言ってんだ。確かにね、給料が命の価値に見合わないなんて話をされたら一理はあるのかななんて思っちゃうんだけどさ、でもそれが本音だとしてもそんなこと言われたらすっごいなんか悲しい気持ちになっちゃうわよね。もちろんね、給料に関係なく本当に心の底からね、正義の心を持って働いてる警察もね、いらっしゃるとは思うんですけど、もちろん警察組織も大きいわけで、一人残らずそんな正義の心を持って働いてるとも言えないんですよ。良くも悪くも警察はね、警察ではあるんですけど、その前に人間だということをね、この事件から本当に痛感させられたなと思います。2022年5月27日、インチョン地裁はナイフで家族を刺した男に懲役22年の判決を、また現場から逃げ警察を解任された2人は懲役1年執行猶予2年の判決に。事件後被害者である娘は警察の対応について次のように語っているんです。一体私たちは誰を信じて生きていけばいいのでしょう。何度も助けを求めたにもかかわらず自分たち家族を置いて逃げ出してしまった警察。被害者の絶望は計り知れず、彼女たちの警察への不信感はきっと一生つきまとうことになるでしょう。働き方改革、ワークライフバランスなどの言葉が叫ばれて久しく、日本でもかつてに比べ仕事に対する価値観は大きく変化しているんです。やりがいや責任感が重視されていた時代が終わり、割り切った働き方に寛容になった現代の風潮で人生の選択肢は大きく広がったと言えるでしょう。しかしどれだけ働き方の選択肢が増えたといっても、命より優先されるものがあっていいはずがありません。命を守る職業の方々には覚悟を持って仕事に臨んでいただきたいと願う一方、僕らもそうした方々への敬意と感謝を忘れないことが重要なのではないでしょうか。あなたは何のためにどんな覚悟を持って日々の仕事に取り組んでいますか？